皆さん、改めまして、新年明けましておめでとうございます。阪急フェリーで新門司港入りし、元旦に小倉祇園八坂神社で初詣、その後、門司港駅にやってきました。門司港駅はレトロで雰囲気のある駅で、国の重要文化財に指定されています。駅を少し出ると関門橋の見える港があってとても綺麗なんですよ。今回の旅の目的地でもある九州鉄道記念館にやってきました。ここは元旦から営業しています。元旦らしく SL には日章旗が掲げられていました。こちらの SL には日章旗と画商のヘッドマークも取り付けられていました。ブルートレインとして人気を博した寝台特急さくらの車両が展示されていました。車内に入れるみたいなので行ってみましょう。あけぼのの B 寝台に乗車した時のことを思い出します。見知らぬ人と顔を合わせ、これも寝台列車ならではの風情でした。通路には折りたたみの椅子があり、懐かしくて椅子を開けてみました。JR 小倉駅から出ている阪急フェリーの連絡バスの時刻までは3時間ほどもあったので、路線バスで新門司港を目指すこととしました。門司港駅前から40番バスで畑バス停まで30分の道のりです。バスが来ましたよ。さあ行くぞ。 JR 小倉駅から無料連絡バスを使うと新門司港でゆっくりできないので、早めに行こうとするとタクシー利用となり5000円もかかってしまいます。門司港駅からだと3000円ほどです。その点路線バスだと380円です。けど畑バス停から新門司港まで徒歩20分かかるので注意が必要です。この区間の路線バスは初めての利用だったので、迷わないように広い道路を使いました。阪急フェリーのファンネルが見えてきましたよ。ここまで来ると安心です。新門司港阪急フェリー第1ターミナルは平城京の大極殿を模した作りの立派なターミナルです。やっぱり阪急フェリー摂津は大きいよね。全長195メートルもあるみたいですよ。元旦のこの日は本当は摂津の後ろに泉大津行きの泉が停泊しているのですが、機関故障のため泉は運休だそうです。青空の青と船体の白がとても映えてるよね。ほんと立派ですよね。よくこんなターミナルを作ったよね。元旦ということもあって門松が左右に飾られていました。今日は全室満室ですが、まだ時間が早いので受付カウンターはガラガラでした。けど駐車場には今日のフェリーに乗船する車が数台並んでいました。乗船開始時間が張り出されていました。今日は人が多いので17時20分といつもより早いような気がします。
乗船名簿に記載して受付カウンターで手続きをいたしました。インターネットからだと楽乗船で乗船名簿に記載しなくて済みます。受付カウンターには岡上さんが飾られ、節子、ミケヤン、船子がお迎えしてくれました。船子の撮影ボード前でチケットを撮影しました。4階には天井が高い広い待合室があります。売店も正月から開いていてお土産を買うこともでき、便利です。摂津の後ろに見えているのは新日本海フェリーすずらんですよ。東京九州フェリーに期間限定で運航されているみたいです。東京九州フェリーは今一番乗船したいフェリーでもあります。今年は乗船できるかな。4階の待合室にはベランダがあって、ここから摂津を見ることもできます。それにしてもいい天気で気持ちいいです。早くフェリーターミナルに来たおかげで夕日の沈むシーンも見ることができました。17時20分になりましたので乗船です。この人道橋は一度下っていく感じで、平城京の大極殿をモチーフした建物の高さに合わせるためこんな感じになってしまったのだと思います。いつ見てもこの3層吹き抜けのエントランスは素敵です。今日も天井の照明は白でした。7階デッキからマジックアワーを見たいと思い、急いで階段を上りました。まだ空はそんなに染まっていないね。また後で見に来てみましょう。後ろの第2ターミナルに泉さんがいないのはやっぱり寂しいね。楕円の感じの窓と部屋の中の電球色の色合いがなんかいい感じがして好きだな。今日は全室満室なので6階展望ルームが混みそう。急いで向かうことにしました。初めての乗船の方は6階展望ルームを見に行くのが忘れがちなので注意が必要です。花火のような絨毯が素敵で、船首からの景色も最高なので皆さんも見に行ってみてくださいね。7階には展望ロビーというゆったりとできるソファーもあったり、歴代の阪急フェリーの写真も飾られているんですよ。さて、今回のお部屋へ向かいましょう。
案内所からすぐのところにある5階デラックス洋室バリアフリーのお部屋です。QR コードをかざして青いランプがついたらいざ入室。自動ドアなので便利なのですが、閉まるのに時間がかかってしまい、廊下を歩く方が見ていかれるのがとても恥ずかしいです。けどとても広く快適なお部屋です。大きなソファーやテーブルもあり、クローゼットも大きく使いやすい仕様となっています。ハンガーが4つも備わっているので十分すぎます。そして歯ブラシセットと船子のお持ち帰りタオル、スリッパ、浴衣がついています。一番下にはブランケットまでついており、寒い時に使えるので便利です。部屋には洗面もあってとても便利です。お部屋には絶対欲しいのが洗面です。あるとないのとでは雲泥の差です。洗面の隣にはデスクや椅子、そしてケトルに大きなテレビもついています。冷蔵庫はありません。枕とベッドは少し固めで、掛け布団は柔らかく軽いです。まだ出航ではないですが、再度マジックアワーがどうなったか7階デッキへ見に来ました。デッキには誰もいませんでした。満室なのに皆さんこの素晴らしい景色を見ないのかな。もったいないと思うのは船子だからでしょうか。先ほどより随分色づいてきたように思えます。まだ出港までは時間があるので、夕食を食べにレストランへ行ってきます。西の空には宵の明星の金星が輝いていました。とても美しいです。6階から撮影する酸素を吹き抜けエントランスも金星に負けず劣らず美しいと思います。私は阪急フェリー摂津のエントランスがフェリーの中では一番好きです。まだオープン前なので、レストランはこの通り空いていました。綺麗に並んだ豊富なメニュー。この時間であれば好きなものを確実に食べれるのがいいですよね。目移りしてしまいそうな料理の数々、どれにしようかな。けどやっぱりオーダーメニューのホルモン鉄板にいたしました。やっぱりこれが阪急フェリーでは一番美味しいのではないかと思います。これにありつこうと思うと、オープン前に並ばないといけないのが大変です。もっと増やしてくれればいいんですけどね。お、来ましたよ。この銃という音がたまらないですよね。いただきます。甘辛く絶品です。美味しい。ホルモンもすごく柔らかいんですよ。
ごちそうさまでした。ありがとう船子コック。もうすぐ18時40分、出港の時間なので7階デッキに行きましょうか。人道橋がフェリーから外され、岸壁を離れるところでした。間に合ってよかったです。これから新門司から神戸まで12時間の船旅です。行ってきます。案内所には岡上さんが飾られ、隣には節子、船子、ミケヤンがちょこんと座っていました。売店には関西、九州のお土産、船子のオリジナルグッズがたくさんあるんですよ。私は船子の美味しいクッキーを捕獲し、コルクコースターも購入いたしました。今のところ4種類の絵柄のコースターがあるのですが、これでコンプリートです。面白いものがありました。ルーレットキーホルダーというものです。一番欲しかったバスタオルも購入しました。そして朝の焼きたてパンも予約しておきました。5階には営業時間や三大華僑の通過時間なども案内されたボードがありました。さて、お部屋に戻りくつろぐことといたします。これが今日の戦利品です。これが船子のバスタオルの全容です。今日の疲れを取るため7階の大浴場へ行ってきました。特に阪急フェリーの露天風呂はほんといいんです。本当にいい湯だった。疲れも吹っ飛んじゃいました。5階にあるゲームコーナーです。いつも思うのですが、何もしないのについつい入ってしまいます。隣にはキッズコーナーもあって、潜水艦の窓が可愛らしいんです。これもいいけど、そろそろ新しいデザインも欲しいところです。レストラン脇のソファーはいつも賑わっているのですが、今日は珍しく空いていました。レストランの営業が終わると、一部だけフリースペースとして開放されるんです。そういえば、サンフラワーさんも同じようにフリースペースとして開放していました。現在時刻は23時54分です。星を撮影してみましたが、このカメラではこれが限界でした。来島海峡大橋には0時15分頃に通過します。それまで頑張るぞ。見えてきましたよ。
なんとなくあれが来島海峡大橋だとわかるのですが、大晦日のようなライトアップではないのでとても見づらかったです。動画もこれが精一杯でした。こんなに橋梁が近いのにこの状態です。雰囲気だけしかお届けできないのが残念です。この橋梁とファンネルの先端は一体どれぐらい空いているんだろうね。とても気になります。灯台の横にネオンが輝いていたのが気になったので調べてみたら、グランルークしまなみという高級なホテルでした。明日5時50分に明石海峡大橋の通過なので寝ることといたします。おやすみなさい。おはようございます。まもなく明石海峡大橋なので急いで7階デッキに向かいました。7階デッキに出たら目の前に明石海峡大橋が見えていました。間に合ってよかった。カメラの感度を上げすぎて画像がザラザラになってしまいました。ごめんなさい。昨日焼きたてパンを予約していたので案内所に取りに行ってきました。船子と節子がカップに入っていて可愛かった。
予約しなくても案内所の前でパンを販売していました。こっちの方が良かったかもしれません。部屋に戻り、パンをいただくことにしました。カップはコーンスープです。いただきます。日の出が7時6分で、神戸到着が7時10分なので、日の出が見れると思いデッキに上がってきました。そういえば、宝石を今初めて見ました。いつもは何度も見に行くのに、今回は夜の航行で見れず諦めていましたが、到着前に見れてよかったです。まだ日が昇ってこないですが、素晴らしいマジックアワーに感動です。まもなく神戸六甲アイランドに到着です。バックで入港するのでここで方向転換です。頭の上をカモメさんが通り過ぎました。すかさず撮影しました。着岸です。5階に戻って下船です。朝日が顔を出し始めていますが、まだあと少しかな。5階デッキに降りて下船なのに、まだ朝日がちゃんと顔を見せてくれません。仕方なく下船です。けどマジックアワーが見れたので満足です。ありがとうセッツ。また乗船しに来ますね。大晦日、正月と存分に船旅を楽しむことができました。ありがとうね。この階段を降りると終わると思うと寂しいね。船旅が終わるといつも同じことを思ってしまいます。船子たち、またね。最後に阪急フェリー摂津を見てバスの乗り場へ向かいました。バスに乗車後、やっと朝日を見ることができてよかったです。今回の動画はこれでおしまいです。楽しい船旅でした。ご視聴ありがとうございました。
もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。